はじめまして、アクセスチャンネルをご覧の皆さん、小野あずさです。ロンドンでライティングデザイナーの仕事をしています。ライティングデザインの仕事というのは、光を使って、光の明るさ、色、質感、方向性、あとスピード、タイミングっていうのを合わせて、雰囲気を作っていく仕事です。舞台の場合は、まず台本を読んで、演出家と話し合い、でそれぞれのシーン、それぞれの雰囲気を作り込んでいくという仕事です。で、ファッションや展示会などのお仕事は、そのテーマに、コンセプトに合わせて、明かりや空間を作っていくという、そういうお仕事をさせていただいております。今までいろいろなジャンルのお仕事をさせていただいたんですけれども、舞台関係ですと、ロイヤルシェイクスピアカンパニー、あとウエストエンドの劇場でも仕事をさせていただきました。あとは展示会など、そうですね、今一線で活躍されているリサ・エルドリッジというメイクアップアーティストの店舗の照明をさせていただいたこともあります。あと建築照明も最近は手掛けさせていただいております。イギリスに渡ったきっかけですが、結構勢いで来ちゃったところがあります。やっぱ若かったので、怖いものなしという感じで、私の大先生ですね、師匠に、どこで照明勉強できるかっていうことを聞いた時に、イギリスかアメリカがいいよって言ってくださって、でイギリスの方がなんかすごく繊細な照明を作られそうだなと思って、イギリスに来ました。で初めは語学学校に1年間だけ行く予定だったんですけれども、ロンドン生活がもう楽しすぎてそのまま今に至ってます。居座っちゃいました。ロンドンの大学の時ですねにもうアルバイトをしてたんですけど、それはフォロースポットのお仕事をロンドンパレーディアムというウエストエンドの劇場でさせていただいてました。あとちょっとエピソードなんですけれども、もっとテクニシャンの仕事がしたいなって思ってて、であるダンス劇場にショーを見に行った時に、この劇場素晴らしいとなぜか思って、で公演終わった後にそのまま照明とかがオペレーターがいる部屋があるんですけど、そこに行ってドンドンドンってドアを叩いて、その時はあんまり英語もままならなかったので「ジョブプリーズジョブプリーズ」ってひたすら言って仕事をいただいたのを覚えてます。はい、なので言えばなんとかなるいい国だなと思いました。照明デザイナーになりたいと思ったきっかけなんですけれども、大学生の時に地方の芸術祭で、ボランティア活動で行ったことがあるんですね。でその時にある舞台に配属された時に、舞台作りっていうものを経験させていただいて、そこで出会った舞台照明にも心を打たれて見せられて、そこからもうのめり込みました。仕事の面白さなんですけれども、やっぱり舞台とか演劇っていうのはとんでもないストーリーが多いんですよ。なので、想像を絶する感覚とか感情とか状況を照明で表現するっていうのがものすごく楽しいです。今まで仕事で一番大変だったのは、ライティングデザイナーとして活動し始めた時に、全部英語でやりたいことを説明しなきゃいけないので、そのコミュニケーションがまず大変でした。照明っていろんな部署に分かれてるんですけれども、例えば現場で照明を吊り込んだりとか、プログラムを打ち込んだりとかする、あとそれとデザイナーっていうふうに分かれてるんですけど、私は初めテクニシャンとして始めたんですね。ですがそこからデザイナーとして行った時に、全てを指示出ししなきゃいけない立場じゃないですか。で舞台の現場ってすごい時間がないんですよ。なので猛スピードで、しかもほぼ数字で会話するっていうことをやらなきゃいけなかったので、それが最初は大変でした。場数を踏んでいくうちにだんだん慣れてきてできるようになってきました。イギリスと日本で価値観の違いを感じることは
あります。日本チームと一緒に働くときに上下関係がすごく重要だなっていうことに気づきました。でイギリスチームと働いているときは、そうですね、上下関係というよりももっと緩い感じで仲間という関係がすごく自由な印象を受けました。どっちがどっちいいっていうことじゃないんですけれども、私はこっち長いので、ちょっと気楽で合ってるかなというふうに思ってます。仕事に対するこだわりは自分の心に響くまでとことんやり詰めます。なんかいいものができた時にはーってときめく瞬間があるんですけど、そのときめきを感じるまで結構やり詰めます。はい、今まで印象に残っているプロジェクトなんですけれども、家庭内暴力についての舞台を手伝わせていただいたことがありまして、でその時に、被害者の方が半分出演してて、でもう半分がプロのダンサーだったんですね。でその被害者の経験を出演者の隣の出演者が話すっていう感じで、本人が話すわけじゃないんですよ。だから結構客観的に聞けて入り込みやすくて、かつ身体を使って、抽象的に状況を表すっていうのがすごい印象的で、お客さんが観客がそのパフォーマーを椅子取りゲームみたいに取り巻いて包み込んで見るようなショーだったんですよ。その時の舞台と観客の一体感っていうのがすごく忘れられなくて、今でも心に残ってます。いいショーだったと思います。照明とはあんまり関係ないんですけれども、はい、ちょっと余談なんですけど、イギリスで働いてると、どこの国も一緒なのかもしれないんですけれども、結構今時点で起こってる問題、時事問題っていうんですかね、っていうことをテーマにしたショーに関わることが多くて、だからライティングデザイナーとしてそういうテーマに関われるってことがすごく嬉しく思ってます。過去に布袋さんと一緒にお仕事をさせていただいたことがあって、それは生配信ライブといってカメラで、生配信ですね。でお客さんがスペースにいないっていう状態なんですけれども、その時にパカパカと照明を変えないでくれっていうふうにマネージャーさんから言われまして、で1曲ごとに色合いを変えてってくれっていうふうに言われたので、背景の色配置っていうのをすごく気にして、お仕事をさせていただきました。楽しかったです。あと蜷川カンパニー、蜷川さんですね。蜷川さんがロンドンで公演をされる時は、私は照明の通訳として入りました。その時のエピソードなんですけれども、テクニカルリハーサル中でみんなシーンとしてる時に舞台裏でイギリス人のテクニシャンがわーわーと騒いでいたことがあったんですね。でみんな通訳がついてるんですけれども、そのうるさいの蜷川さんが「お前ら何してんだ、うるせえな」みたいなすごいもう劇場中響き渡るような声で怒鳴った時に、その隣の蜷川さんの通訳が「Could you please be so quiet」ってもう温度差がもうすごすぎて今そんなこと日本語で言ってなかっただろう蜷川さんみたいなイギリス人の反応がちょっと面白かったです。普段インスピレーションを受けることは、日常で見ることとかものなんですけれども、例えば雨の日の地面に反射した光とか綺麗だなと思ったり、キャンドルとか見ててそれで踊る影とかもすごくいいなって思ったり、あとそれを見た時の感覚っていうのも忘れないように、このシーンで使えるとかと思ったりするので、覚えておきます。先輩方から教えアドバイスがあったかということなんですけど、先輩ではなくて後輩なんですけど、パッと浮かんだひらめきのアイディアとかはそのまま使った方がいいって、その方があずさはうまく
表現できるからっていうふうに何回か言われて、それを大事にしています。今でもしてます。今後やってみたいお仕事なんですけれども、これはファンタジーなんですけど、本当にできるかわかんないんですが、スポーツの明かりをやってみたいなと思っていて、フィギュアスケートとかもそうなんですけど、すごい好きなんですけど、もうスポーツってある意味芸術だと私は思っていて、で、選手の息遣いとか動きとかってもうすごく綺麗だし、なんていうんだろう、コレオグラフされたというか、そういうのを光で演出したいなっていうふうに思ってます。ボクシングとかバスケットボールとかやってみて、選手にはすごい迷惑がられると思うんですけど、楽しいなと思います。やってみたいです。はい、オフの日は、散歩したりですとか、天気がいい日はモーターバイクに乗って走り回ったりしてます。あと映画を見に行ったり、友達とパブに行ったり、好きなことしてます。お仕事と、私生活のバランスなんですけれども、ぶっちゃけあんまり取れてないんですが、ロックダウン中に建築照明に関わらせていただいたことがあって、それで週末ってどんなに大事なのかっていうことを学び、そこから週末仕事が入ってない時は休みを取るようにスイッチオフするようにしてます。ロンドンは結構小さなカナルがあるんですけれども、ところどころにそこのカナルの横には絶対、小道がついてるんですね。人が歩ける。昔はそこでボートを馬で引っ張ってたらしいんですけれども、その道をずっと歩いていくと結構面白い、例えば建物の裏側とか公園の裏側とか面白いロンドンの一面がいろいろ見れて面白いと思います。あとおすすめなのはロンドンでも流行ってますが、プロミナードパフォーマンスといって、お客さんが座るんではなくて歩き回ってショーを見ていくっていう形のパンチドランクとか、あとシャントとか、そういうショーがすごく今流行ってます。面白いですよ。お客さんが役者についていったり、あえてついていかないで他のなんかアクションが起こるのを待ったりとか、自分でストーリーを作っていけるみたいなところがすごく魅力だと思ってます。そうですね、動きやすいカジュアルな格好をしています。結構心が明るくなるような、私の好きなからし色とかも取り入れたり、あとカーキ色がすごく好きなのでそれも取り入れたりしてます。そうですね、その日の気分に合わせて、色を選んでます。やっぱり着ていて楽しくなったりとか、希望というかワクワクするようなのを、着るようにしてます。ロンドン天気悪いですしね、ほとんどが。自分の好きな色を服に、自分のファッションに取り入れるのもそうなんですけど、もともと照明の仕事してる人って大体みんな黒しか着ないんですよ。で、私テクニシャン出身なのでずっと黒着てて、もう絶対黒着たくないと思って黒はあんまり着てません。日本とイギリスの違い感じるのは、なんか日本のファッションって結構綺麗めでパリッとしてる服を着られてる方がすごく多くて、いつも日本帰るといいな、あんな綺麗な服と思うんですけど、ロンドンは意外ともっとラフでふわっとしててキャジュアルな感じかなというふうに思います。あとなんかスマートクローズの価値観が全然違うなって思うんですよね。例えば面接に行く時に日本は必ずスーツじゃないですか。でもイギリスは、スーツの時もあるけど、相手に好感度を持たれるような服だったらカジュアルでも OK っていう感じなので、そこら辺が違うと思います。これまでの人生で一番成功したことっていうと、やっぱり、何も知らずに何も準備しないでイギリスに来たけど、でもなんかがむしゃらにやってて、でなんとか独り立ちできたなっていうことだと思います。人生で大切にしていることはやっぱり思いっきり笑って今を楽しむことだと思ってます。初めはカルチャーショックとかですごく不安だったり怖かったりするかもしれないんですけど、その違い
カルチャーの違いっていうのを楽しんで存分に自分の栄養にしてくださいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。